私たちは人生の中でたくさんの方と出会い、別れを繰り返しながら生きています。そして私たちはその出会いに愛や喜び、楽しさや素晴らしさを追い求めがちですが、出会ったご縁をどのような形に結ぶかはご自分次第で、お互いのありようによって関係はいかようにも育むことができます。最初はとても良い関係だったのに、次第に関係がギクシャクして最終的にはお別れするということもあるでしょう。またそれとは反対に、初対面は最悪だったのに、何かのきっかけでお互いの印象が変わり、今では無二の存在ということもあるでしょう。このように出会いをどのようなご縁に育てていくかは、つまるところお互いの範疇にあるということなのです。もしあなたが恋愛やパートナーシップ、あるいは人間関係で悩むことが多いなら、ここで一緒に振り返ってみましょう。あなたはご自身が幸せになるためには、お相手がどれほど自分を愛してくれるかによって変わると思いますか？あなたの幸せや喜びはお相手が運んできてくれると思っていますか？そのためにより自分の理想に近い人を探し求めますか？あるいはあなたが心地よく生活するために、周りを大好きな人たちやお気に入りの人たちだけで埋め尽くしたいと思っていますか？もしこれらに思い当たる節があるならば、あなたの人間関係はいつも不安定で、人の入れ替わりが激しいかもしれません。また時には傷ついたり、とても苦しいかもしれませんね。でも大丈夫。ちょっとしたコツであなたの人間関係は激変しますから。いつも心穏やかで安定した人たちとの関係は、とても心地よい距離感がベースとなっています。もしそのような関係をお望みなら、またここでお会いいたしましょう。ちょっとのコツで人間関係を激変する方法、それはとても簡単なことです。人間関係は育むものと自覚する。ただこれだけ。前回私から皆様に投げかけた問いは、どれも育むとは程遠いマインドでした。もしあなたの愛や喜び、そして幸せがお相手によってもたらされるという思い込みを持っていたらどうでしょう。出会った頃は確かにあなたの希望通りかもしれません。あなたを満足させる愛し方をしてくれ、あなたは幸せや喜びを感じられるかもしれませんが、その愛し方、接し方を永遠と続けてくれる人は、それこそ永遠に見つからないでしょう。だって人の気持ちは物質のように固定されたものではないし、固定することもできませんよね。私たちの気持ちだって毎日いろんな感情を経験するのだから当たり前ですよね。ですが、恋愛や人間関係でトラブルを抱えがちの方は、こんな当たり前のことを忘れがちなのです。関係がうまくいかないことを、お相手が変わってしまったとか、自分のことを分かってくれない、受け入れてくれないとか、もしこのようなセリフが多いなら、どうぞお気をつけください。あなたの愛や喜び、そして幸せが他の誰かがいないと成立しないとしたら、本当にそれで良いのでしょうか。誰かといなければ幸せを感じられない。そんなちっぽけな愛や幸せで本当に満たされますか？私なら一人でいる時も幸せでいたいし、喜びを感じながら生きたいって思っています。ですから、そのためにいつも自分を心地よく解放させることを意識しています。そのような習慣が当たり前になった頃、きっとご自身の愛や幸せは誰かの存在によって
もたらされるものではなく、それらをきっかけとして自分がどう感じるのかだとお気づきになると思います。愛や幸せはこの私が感じるもの。でもこの私という人間は常に一定の感情では生きられず、何かのきっかけですぐに感情を乱してしまいます。そして時にはホルモンや自律神経の乱れなど体からのサインとしてご自身の意思とは関係なく乱れる場合もあります。ということは、そんな複雑で突発的な私の心模様を完璧に理解し、クリティカルヒットをし続ける誰かはこの世には存在しないということ。これについては皆様も頭では理解できることだと思います。ではどうして人は愛や幸せとなると相手に求めてしまうのでしょう。それはきっとご自分の幸せがお相手によってもたらされると感じているから。そのお相手がいないと幸せは成立しないと思うほど、その方がいない生活が想像できないものへと変化してしまうのでしょうね。なぜなら、あなたに幸せを運んでくれるそのお相手を失うことは、すなわちあなたが幸せでなくなることを意味しているからです。私は人間関係においてこのような考え方は貧困だと思っています。なぜなら、ご自身の幸せを他人に明け渡してしまっているのも当然だからです。誰かがいないとご自分の幸せが成立しないなんて、それは依存ではないでしょうか。最初はとても幸せを感じる関係だったのに、いつかこの関係が変わってしまうのではという恐怖心に苛まれたり、あるいは関係をつなぎ止めるためにお相手を従属させたり、お相手の機嫌を損ねないような言動をとってみたり、幸せからスタートしたはずの関係がご自身を苦しめることになる、そんなケースもあり得るのです。そしてとても苦しいのに離れることができない、そんなこともあるでしょう。このような状態にまでなると、依存や執着が先立ち、幸せとは程遠い関係になってしまいますよね。誰かといる幸せが依存や執着を伴う関係だとしたら、その幸せをキープするためにご自身を苦しめることになりませんか？もしあなたの幸せが相手によってもたらされるという思い込みによって成立していたら、お相手があなたの気にそぐわないことをしたら、途端にあなたの幸せボルテージは下がってしまいますよね。ですが、もしあなたが一人でいても十分楽しく幸せに満ち溢れていたら、お相手がいることでその幸せは倍に感じることができますよね。そしてご自身の幸せに対する絶対的な責任はご自分の選択にあると知っていますので、あなたを不幸にする人とは距離を置くという選択をあっさりと実行できてしまうのです。ですからお相手の気を引くための駆け引きが存在しないのです。巷で常套手段と言われるもう別れると言ってみたり、そのような素振りを見せることで相手の気を引く作戦は、一人でいても幸せな方には全く通用しません。それどころか、そのような駆け引きを持ち出すことでかえってめんどくさい人だなという印象を深め、惹かれてしまうでしょうね。なぜなら一人でいても元から幸せだから。たとえご縁がなくなったとしても幸せはゼロにはならないからです。ですが、ご自分一人では幸せと感じられない方はどうでしょう。きっとそのお相手が去ってしまうと幸せがゼロに戻ってしまうと思い、
不毛な関係に執着してしまうのかもしれません。でも大丈夫ですよ。これ妄想ですから。あなたはお一人でいても愛や喜びを感じてもいいし、幸せでいてもいいのです。だからね、まずはご自身が幸せでいられること、そしてそれを探求することを習慣になさってみてはいかがでしょうか。人間関係のお悩みを持つ方は、ご自身と他人の境界線が曖昧になっている、ひどい場合は同化してしまっている方が多いように思われます。このような方は、ご自身の評価を他人からの反応に委ねがちです。ですから、心のベクトルが常に他人に向かいがちで、どうしても振り回されます。相手に自分の軸を明け渡してしまう、そんな癖がついている方は、自分を保てない状況になると突然ブロックしたり、自ら関係を壊す、そんな選択を取りがちなのです。ですが、このようなあり方は人間関係の失敗を何度も経験するだけでなく、ご自身の孤独をさらに深めることになるでしょう。もしご自身のあり方を変えたいと感じたなら、まずは心の境界線をしっかり保つことから始めましょう。心の境界線はお別れしたからといってできるものではありません。その証拠に、自らお別れしたはずなのに、いつまでもそのことについて引きずっている方、よくいますもんね。物理的に距離を取っていっても心が離れない状態、それは疫病とも言いますよ。ちょっと怖いのでそれはやめましょう。ではここで心の境界線を保つ一番簡単な方法をお教えいたしますね。それは今まで他人に向けていた関心のベクトルをご自身に向け直す、ただそれだけ。朝起きたらあなたが心地よく感じるものをまといましょう。心地よく感じる素材や気分が上がる色を選びましょう。いい香りがするお茶を選んで自分のために入れましょう。香りに癒される方なら朝から香水を楽しんでもいいし、そうできない方はバスタイムに思う存分好きな香りに包まれるのもいいですね。お昼には一人でも心地よいと感じる場所でゆっくりとランチをとるのもいいでしょう。あるいはお気に入りのカフェで過ごしてもいいし、一人でドライブするのもいいですよね。あなたが日常の中でゆったりとご自身を解放できるとっておきのアイテムや秘密の場所はどこですか？前回、ゆったりとご自身を解放できるとっておきのアイテムや秘密の場所を集めていきましょうとご提案いたしました。その際、皆様が考えがちなのは、だったらどこかのんびりできるところに旅行に出かけようとか、次の休日に普段なかなか行けないところへ足を伸ばしてみようとかではないでしょうか。まあこれも悪くはないのですが、今回のレッスンにおいてはいつでも簡単に味わえる日常の中で見つけてほしいと思っています。なぜなら幸せはいつも感じていたいでしょう。どこか遠くにあって時々しかやってこない、次の週末までお預けねとか切なすぎますよね。いつどんな時でも幸せを感じることが目的ですから、決して難しいことをなさらないでくださいね。難しいことってそれ自体が非日常なんですもの。そして地道に続けていくうちにご自身の意外な一面と出会えるかもしれません。あるいはあなたを理解し支えてくれる人が実はずっとそばにいたことにふと気づくかもしれません。もしかすると
リニューアルしたご自身にふさわしい新しい出会いがやってくるかもしれません。そして私って一人でいても幸せなんだなと感じ出した頃、きっとあなたの人間関係はお互いを尊重しながら共存できる心地よいものに成長しているはずです。一人でいても幸せから誰かといるともっと幸せに、どうぞその変化をお楽しみください。前回提案しましたレッスンは、心の境界線を作ることだけでなく、ある自覚を促すことを目的としています。それは、命あるものは皆一人で生きていく存在という自覚です。私たちは生まれてこの方、いろいろな方とご縁を結びながら生きていますが、どのような心構えで生きるのか、それによってご自身や人への接し方が大きく変わってくるのです。例えば、誰かと共に生きるが前提ならば、お相手が境界線を作ることに違和感を覚え、寂しく感じるかもしれません。あるいは、集団の中でいることを好み、母親という立ち位置、息子という立ち位置、妻という立ち位置に安心するかもしれません。でもこれって、誰かの目線を通じた存在であって、あなた自身の生き方ではありませんよね。そんな時、その立ち位置に変化が起こった時、きっと衝撃を受けることでしょう。誰かといるから幸せと感じる方は、一人で外食を楽しむ方や、一人旅をする方のことを勇気ある人と思ったり、もしかすると寂しい人と思うかもしれません。そのように感じる方は、ご自身もまた決して一人旅に出ることはないでしょうし、一人だから味わえる幸せを永遠に経験することができないのです。ですから、一人で何かをすることに躊躇を覚える方にとって、このレッスンはとても勇気がいるかもしれません。だって、一人でいても幸せの感覚が想像もつかない世界だから。でも大丈夫。だって、あなたの好きを集めていく作業なのですから、楽しいに決まってます。ですから、その世界を思う存分味わってみてください。この味わうってとても大切な感覚なのですよ。ご自身の感情を味わう大切さ、それはご自分でしかできないことだから、人の口を借りて味わうことなんてできませんよね。私たちの感覚はすべて自分だけのもの。自分しか感じられない、自分しか味わうことができない世界。私は人生も同じことと感じています。そして自分しか経験できない究極の世界とも思っています。ですから、たとえ人生を共に歩む誰かがいたとしても、全く同じ視点から物事を見ることはできないし、感覚だって違って当たり前。むしろ違って当たり前という感覚を忘れないようにしています。確かに一緒に生活をしていると同じ感覚でいてくれたらとっても楽なのにと思うことありますよ。でもそれを求めることはご自分のコピーを作っているのと同じわけで、考えたらちょっと気持ち悪いですよね。そしてどんなにコピーを作ろうとしても、容姿を似せることは可能かもしれませんが、感情までコピーすることはできませんよね。それは人生経験から蓄積される感性によって育まれるものだからです。命は一人で生きる存在と理解している方は、命に対する尊厳をとても大切にされます。ご自分を慈しむと同時に、他の誰かや動植物の命も同じ価値として接します。ですから、その尊い命に対して相手の許可なく脅かしたり侵害することがあってはならないのです。もしお相手といつまでも良い関係でいたいなら、
近しい関係だからこそ、お互いの境界線と尊厳を侵害しないこと、これがとても大切だと思います。親しき中にも礼儀あり、素晴らしい教えだと思います。最後までお聞きくださりありがとうございます。ごきげんよう。南無阿弥陀仏。